皆さんこんにちは、犬です。今回は相手の竹刀を押さえて打つ攻撃パターン8選。優勝は僕の動画の中でも特に多くの方に見ていただいている攻めって何の動画の前後編、攻撃パターンや考え方、技を成功させるまでの組み立てについてもご紹介させていただいております。今回は押さえるという動作からどのように攻撃につなげていくか、それぞれの技の長所や短所、使いどころ、こういった考え方と技の種類を紹介させていただきたいと思います。それとともに私犬のこれまでの経験をもとに独断と偏見で実践的にどれが使いやすいか決まりやすいかなど、それぞれの技同士をトーナメントで競わせてみました。見ていただいたらどういうことかわかると思います。お付き合いください。結果を予想したり、ご自身の考え方を作ってみたりして楽しんでいただきながら、あなたに合う技やその組み合わせが見つかると嬉しいです。今回出場することになった技はこちらの8つです。 Ladies and gentlemen, the 8 techniques participating in this tournament are as follows.厳正な抽選の結果、このような組み合わせとなりました。さあ、優勝に輝いたのはどの技となったのでしょうか。行ってみましょう。では第1試合から順に見ていきましょう。敗れてしまった押さえて逆動についてご紹介いたします。メリット、抑えられたことによって警戒し手元を大きく上げる相手に有効です。特に試合開始直後や延長戦、代表戦などの形でとにかく打たれないでしのぎたいと思っている場面や、相手がリードしていて逃げたい、守りたいと必死に守る場合などに使えるでしょう。また一本にならなくてもガードに徹する相手の心を揺さぶることができます。デメリット、動作が大きいのがデメリット。竹刀が届くまでに時間がかかることや、打ち込む間に頭を丸出しにしないといけないことが避けられません。たくさん使いすぎるのは逆に狙われてしまうので注意が必要です。ここぞという時に活躍する大技、デメリットを小さくするためにも技の出しどころを研究し、打った後の体や竹刀のさばきを迷いなくできるように練習しておきましょう。敗れてしまった押さえて面小手についてご紹介いたします。メリット、押さえて面に反応できる相手、開始度を狙う相手に有効です。押
えるだけでなく、一度面の軌道を見せることでさらに手元を上げやすくさせます。デメリット、押さえる動作に反応して出てこられてしまうと事故に遭ってしまいます。また、面を見せる動作の間に相手のガードがしっかりしてしまい、かえってそのまま小手を打った方が良かったという場合もあるでしょう。一緒に使う技として押さえて面と相性がいいのは間違いありません。すぐ反応して飛び出してくる相手にはちょっと使いづらいかもしれません。押さえる動作をなくして単に面小手を打つとか、面に見せる動作をなくして押さえて小手とか、組み合わせることと相手の反応に合わせて使うということを意識することで最大限効果を発揮しそうです。破れてしまった押さえて突きについてご紹介いたします。メリット、押さえて面と同様、相手は何もしなければ負けてしまいます。このように相手に動くことを強制することができる技は一つは持っておきたいものです。デメリット、技の軌道のすぐ近くに相手の竹刀があるため、とっさの反応程度でも触れられてしまうと失敗してしまいやすいです。押さえた時点で打つぞと宣言しているようなものなので、何かしら反応してしまう相手は多いでしょう。強いメリットを持っていますが、押さえる強さを調整したり、このように押さえた後の動きを予測して打ち込む方が成功率が高そうです。破れてしまった押さえて面々についてご紹介いたします。メリット、避けるだけでなく下がる相手にも有効。押さえる動作に加えて面を見せるのでかなり迫力があります。返し胴を狙う相手に対しても有効です。デメリット、押さえた相手が受けに回ってくれればいいのですが、出鼻を狙われてしまうとこの位置からでも負けてしまいます。抑えられた相手がびっくりして面を打ってくるだけでやられてしまう。攻撃力の高い技ですが、隙も意外と大きいので、抑えつつ相手を見て判断する余裕も欲しいところですね。1回戦を終えて残ったのはこの4つ。負けてしまった技たちもダメだから負けたわけじゃありません。使いどころを選べば強力です。どの技が最後まで勝ち上がるのか、次回もお楽しみに。